どうも、日本採掘技術研究所です。今回はですね、ものすごく久しぶりに研究所向けマシンを買ったんで、せっかくなのでご紹介したいと思います。買ったマシンの名前は、ビットメインアントマイナー D7。買った台数3台。最近、グラボ相場の比較にならないくらい ASIC マイナーもくっそ高くて、ここ1年近くまともにマシン買ってなかったんですよね。そんな感じでとてもおめでたい気分なので、軽くレビューしたいと思います。このマシン、多分日本で入手された方なかなかいないと思うので、多分国内最速レビューな気がします。世界最速かというと中の人の元気とスキルがないのでちょっと間に合わないかも。ではどうぞ。まずはマシンの紹介から。こちら、アントマイナー D7 は ASIC 界隈ではおなじみ、ビットメインから2021年10月出荷予定として発表された X11 マイナー。X11 というのは、主にダッシュをマイニングできるアルゴリズム。ハッシュパワーは 1286GH 毎秒。消費電力 3148W。これがどんなもんかと言いますと、つい最近までの X11 界最強マシンは、ストロング優製の STU-U6 で、ハッシュパワー 420GH 毎秒で消費電力 2100W でしたので、ざっくり3倍の性能って感じ。圧倒的パワー。そして特筆すべき点は、そのメーカー販売価格。その価格なんと$1778。めっちゃお手頃。ただ、そんなお手頃価格なんで、リセーラーに速攻目をつけられて受注即完売。リセーラー価格は余裕の$10,000超え。マジえぐい。そんな感じでしたが当研究所、争奪戦になんとか勝利し3台ほどゲット。そっからなんやかんやで出荷が遅れたりして、結局入手したのが11月中旬。リセーラーの入荷報告探した感じ、同時期でしたので、全体的に出荷が遅れてたみたいですね。では早速開封していきましょう。オープン。箱の中身はいつもの感じで、読んだことない注意書きの紙切れと本体。今回この本体が超絶クソ重くて、大変な思いしました。その重さはおよそ 16kg で、ビットメインマイナーの中では重量級の部類です。届いた時の箱見ると、なんか落としたっぽい跡があったし、中の人も車に積む時軽く落としました草。最近のモデルを見る感じ、今後ビットメインの機種はこの大きさが主流になっていく感じですかね。そしてまず気になったのがモデル名のステッカー。なんかフォントのバランスが悪くなった上にステッカー斜めに貼ってあって、ちょっとこいつ偽物を送られたかなって不安になりました。メーカーも忙しいんだろうけどこれくらいちゃんとやってよって気分。延々と続くトラブルに悩まされた S17 シリーズが脳裏によぎりました。もう少し外観をチェックしていきましょう。このモデルは専用の電源が付属してる感じ。そして中の人が大好きな電源2口仕様。なおこの電源は 200V 以上必須になります。100V では動かないというかそもそも1口 1500W 以上必要なんで電力足りないですね。ご家庭で動かしたい方は電気工事必須になると思います。ケースファンは12センチファンが前後2つずつの計4つ。筐体のサイズですが、高さ 290mm、幅 195.5mm、奥行き 400mm らしいです。数字で言われるとピンとこないのですが、肌感覚的に今まで触ったマシンの中ではかなり大きい部類。その辺に転がってたマシンと比較してみましょう。往年の名機であるアントマイナー D3 と比較するとこんな感じ。動けば良いやつだけど壊れてるのでクソマイナーなアントマイナー S17 と比較するとこんな感じ。S17 とは正面から見ると同じような大きさですが、横から見ると D7 はさらに奥行きがある感じですね。なお設置については、単純に LAN ケーブルと電源ケーブル2本ぶっ刺すだけなんで省略。スイッチオン。とりあえず普通に動いている感じ。IP アドレスは出荷時状態では DHCP サーバーから自動取得されるおなじみの仕様なので IP リポートボタンを押しつつツールで取得します。この辺 T17 のレビューで紹介してるんでそちらも参考にどうぞ。アントマイナー D7 の管理画面はこんな感じ。確か S19 シリーズの頃からだったと思うんですが画面レイアウトが近代化されてます。個人的には別に画面がマイニングしてくれるわけではないのでどうでも良い部分なんですが草。画面の操作感は今までと一緒なんで特に悩むところない感じですかね。プール設定が済んでいればマシン起動後しばらくして勝手にマイニング開始します。消費電力ですがざっくり 200V で 7A ちょい。
つまり 1400W くらいを標準で使うようですね。2つの系統で微妙にズレが出てるのは、どっちかの系統がコントローラー分の電力を確保してるからだと思います。ファンが全力で回るともうちょい消費電力上がると思うので、だいたい交渉通りって感じですかね。プールの方からマシンを見てみましょう。だいたい 1.27TH 毎秒の数値を指してますので、こちらも交渉通りな感じ。素晴らしい。当研究所では STU-U6 も何気にまだ現役なんですが、圧倒的な性能差ですね。最後にこのマシンの収益力について。ビットメインが何を血迷ったか$1778という破格値で売り出し、リセーラーが$1万以上で転売する 1286GH 毎秒という圧倒的な性能を秘めた X11 界最強最新の ASIC マイナー。果たしてその収益力はというと、それは、動画作成時点だと電気代13円換算でざっくり日当4000円くらい。なかなか。まあ最近仮想通貨相場がいまいち不安定ですし、出荷台数もまだ見えない感じなんで、本当の収益力が見えてくるのは1ヶ月後くらいですかね。今までの経験的にメーカー直販価格で買えるのであれば、間違いなく投資分は回収できるだろうし買いかなと思いますしなんけど。一方リセーラー価格で買うには躊躇する収益力でもあります。中の人の感覚ですとまず手を出さないマシン相場ですかね。いかがでしたでしょうか。ビットメインのマシンを新品で買うの実は2年ぶりくらいで、S17 シリーズも悪夢があることから、注文から設置が済むまでずっと不安に思ってたのですが、全くトラブルなく作業を完了しました。ビットメインさん最近心入れ替えたんですかね草。このような品質でしたら改めて初心者さんにもおすすめできる感じですので、適正な価格で手に入るようでしたら購入を検討されてもいいかなと思います。マイニングは計画的に、資産を大事に。本動画が皆様の参考になりましたら幸いです。以上、ご視聴ありがとうございました。ハッピーマイニング。バイバイ。